作業に入っていきます。私はこちらの金継ぎセットを使っています。買い足しながら自分に最適な道具を集めて入れています。今回使うのはマスキング液、こちらは買い足しました。プラモデル用のマスキング液だそうです。次は漆、セットの中に入っています。こちらは金粉、これもセットの中にあります。最後は化粧用の筆です。では作業しましょう。まずはマスキングしましょう。動画では先に金粉を開けてしまっているのですが、金粉は飛び散りやすいのでマスキングが終わってから開けましょうね。この金粉は消し粉です。金粉の中でも最も細かい金粉です。割高なのですが光が鮮やかでクリスタルグラスに一番合うと私は思います。包みを開いたら重しをつけて閉じないようにしましょう。閉じると作業しにくいですからね。金粉の話は置いておいてマスキングをします。割れた面のギリギリまでをマスキングします。アイメイク用の筆を用意してください。100円均一のもので良いです。メイク用の筆を使う理由は安価で使い捨てできることと皮膚に当たるものなので柔らかいこと、それから際を作るために角が作りやすい形状になっていることですね。絵が好きで面相筆の方が得意という方はそちらでも問題ありません。自分が使いやすい筆で割れた面ギリギリまで、つまり漆をつけたくない部分までマスキングしてください。グラスの内側も忘れず塗ってくださいね。グラスの場合漆がつくと取るのが困難です。できたのがこちらです。マスキングは剥がしてしまうものなので全く壊れてない部分に塗っておいて乾いてるかどうかのテストにすると良いですよ。完全に乾いたマスキングはこんな感じです。このマスキング液を使っている理由は乾くと色が変わって分かりやすいからです。指につかなくなったら準備完了です。割れた面にすき漆を塗りましょう。すき漆は名前の通りスケ漆です。このスケル特性を利用して断面を金色に塗ります。同方のベンガラ漆を使うと金以外の色が目立つので必ずすき漆を使ってください。断面に漆を塗ります。この時できるだけ薄く塗ってください。スティックのりをさっとすりつけるくらい薄くです。もし形状によって漆がたまる部分があってもなるべく取り除き均一に薄く塗ってください。塗り終わったものがこちらです。漆がこのくらいの色になるまで少し待ちます。季節によりますが5から10分ぐらいです。少し色が暗くなるくらいですね。新しい化粧筆を開けます。筆に金粉をつけます。筆先だけに金粉を触れさせればいいので力はいりません。傷口に触れるくらい優しく触れてください。このように筆先に金粉が付着します。この筆先に乗った金を漆に移します。同じく傷口に触れるように優しく筆の毛を肉に刺さないように怖がらせないよう痛がらせないよう
そっと金粉をのせます。筆からこぼれ落ちる金がもったいないなら包みの上で作業しましょう。こちらが金を巻き終わったところです。私は一度のせた後もう一度のせてつけにくくしています。一度目の後もう一度金粉をのせているだけですけどね。ご視聴ありがとうございました。左が